お揚げさんと具を炊いています。きつね寿司のこっちはその中に入る具、人参、たけのこ、れんこん、お揚げ、しいたけ、グリーンピース6種類。さあ、まあお寿司をして肩がつくいう感じ、そこまでは自分の分量ですわ。こういうの長持ちするね、日本の。これは最初から使ってるの。もうこれでちょっと溶けたんで。手の感覚でこう毎日のこの重さいうんか勘いうんか。いつもちょっとすらして蒸らす。最初はばら寿司からついていきます。入れます。49年に始めた時は手打ちうどんの店でおばあさんとおじいさんとで3人でやっとったんやけど、じいちゃんがリタイアして、ばあちゃんもリタイアして、娘がもう20歳ぐらいが手伝ってくれだして、あとは2人でしよったんやけど、お父さんが退職してからは皿洗いに専念してくれるようになったんです。だからもう50年が来たい、丸50年が済んだり。私のはもう塩だけのシンプルさんなんです。もうお父さんのお米の味を生かすだけで、ご飯ももうなくなったらやめて、もう自分で決まっただけしか炊かんのです。もったいない主義。所定の場所に置きます。この陳列も50年選手です。わきまけるとこでした。ようやるんです。まだまだ薄いからな。煮詰めて水分減ったらまた足して。もう先に切ってあるんですか？湯がいとる方がおでんの中でくっつかんのです。くっついたらもう取れないから割れるんや。潰れたらいかん。これは補充で、これはこのよく使ってるのが好きな人もおるんです。
めておりまして。いいんですか？前日に。はい、これは前日に。スープはうん。どういった？鶏ガラ、これと海鮮スープと混合させて、今やったらまあ白菜の葉っぱ、キャベツと玉ねぎと人参ぐらい放り込むんです。あ、コンビニもなかった。私の口も卵屋さんして。特別バージョンです。海苔の帽子、帽子好きみんな使んないけど。まあ、お父さんのお米食べてみてくれ。今からやったら、まあ、きゅうりとかだんだんそういう時期になってくるのも全部作ってくれたのを使います。田舎の味噌汁です。火がな出てくるから危ないからな、これでカバーして父さんが作り直してくれたと。歯ご覚えてね、讃岐特有のこれごぼうなんや。これがほでこれが茎。軸も一緒に食べれる。こちらが百花。もう100万倍でね。精米との家庭をちょっと置いたんや、これ返して。こちらがお店で使われてる。いらん分は。よし。これはその百花が万倍って言ったやろ。冷凍にしとる分を今から味付けして。こんな健康感ある。あ、高菜なんですか？高菜やと思うよ。全国版は。ごめんよ。お母さんが色がしてるから。自分がもうちょっとやな、もうちょっとで完成。イワシの。珍しいやろ。そう、香りが。するやろ。このごぼうがなかったらまた美味しくないの。
軸だけではな美味しくないんで。これの方がどこでもあるよ。そうそうあるよな。赤い字ずっと出てるよ。よしになってしまう。これが今のハゴボが、そっちの分がこれにつけたらこれ。今日はなんぼ出るかないうぐらい。みんなうどん屋さん行ったらネギ盛り上げとうけどな。はい、食べました。今から出します。この白さで。はい、取れました。骨の髄まで出てます。子供が2人ぐらいおとなしきの方。おむすびを1つとご飯1つと。はい、すいません。おむすびを1つとご飯1つと。 4つやね。4つ。うん。これな、豆腐の。うん、うん、はい。30年ぐらいになるかな。その前からわしが若い時から来よったけど、もう昔から食べ慣れとるけど、僕はこってり系の麺が好きなんと味やね、やっぱり。美味しいって。美味しいね。中華そばの大盛り。大で。はい。
前半よりも岩が多い場所です。はい、台ができました。はい、終わりね。はい。残していきたいですね。おでんは何を選ばれたんですか？筋肉と卵。はい、どうぞ。はい、ここ置きます。はい、どうぞ。はい、760円の次。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。こう行く？こっち行く？私は、はい、どうぞどうぞ。2つ。いらっしゃいませ。これで途中で今11時頃来たんだ。はい。はい、お待たせしました。ちょっとそのボケそらもおらんで。介護がな、そうそうそう。もう60何年の本当ですか？親友です。いつも中華そば、そばの店にないな、美味しさっていうか、味があるな。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。熱いお茶ね。はい。カレーが1つ。あとは中華。7つ。7つが中華。7つが中華。はい。小行きます。大小行って小行きます。はい。はい、先生どうぞ。え、どうぞ。つい来るからね。よし。ごめん。はい、君ちゃん。はい、了解。急に黙らんでもいいよ。普通に。これで。朝9時から夕方5時までで、今日はここへ美味しいラーメンを食べようと思って。美味しい。美味しい。よかった。
お待たせしました。どうぞ。私初めてなんです。私3回目。美味しいですよね。このね、すごくホッとするお味。ありがとうございます。はい、どうぞ。発車場から打ち上げられる予定でしたが、直前。ここはな、久しぶりに来た。仕事で来よったきんな。しょっちゅう寄りよったんやけど。中華そばのお味はいかがでしたか？まあまあ変わってないな。はい、こんにちは。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。そば2つとおにぎり。竹村さんとこ。はい。はいはいはい。いいですよ。目指しないけど。目指しない一つも。騒いでると怒られる。そうなそうな。おでんが2本。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。大です。はい。台がいい。半台から。ありがとうございます。この辺で仕事したの。そうそう。はい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 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。台です。はい。はい、すいません。ありがとうございます。2、3回来たことがあります。中華そばの大盛りです。味が下に残るっていうか、独特なその風味というか、そういう味が出ていて美味しいです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。それは飲んでるの？出てしもた。台です。はい。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。はい。はい、どうぞ。どうぞ。Yes。
ああ、そうそう。大将です。はい。そうだよね。上な。はい、ましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。It's very good. Yes, good. It's good. したのだよ。どうぞ。3月15日で50年金婚式でお父さんに支えられとるからこれ店が続けられたんです。お店はこれからもずっと。うん、体の続く限りね、もう楽しみで苦しみにしないように楽しみでやっていきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうね。ありがとうございます。80。おはようございます。そうやな、お母さんの味かもしれんな。お腹空いてやろうっていうの。やっぱしのかみさんやと思うわ。元気やで。何年ぐらい通われてるんですか50年ぐらい。親子さん代や。前や。最初嫌やったけど、まあまあ面白くなってきたというか、じゃあお客さんがいっぱい来てくれるから、しんどうとも頑張るかな。ありがとう。おはようございます。じゃがいもは近所の人から。そうそう。畑のくずみたいなのをみんな持ってきてくれるから、だからポテトサラダにする。もったいないやろ。しもた。ジュース持っていき忘れた。
これは青じそのジュース。これは売るもんじゃないんやけど、作っとってみんなに飲ましてあげる。後で飲ましてあげるからな。美味しいんやね。はい。つまり今度の大きいとあれがあるからもう段取りが狂ってしまうんや。こんな仕事ができんやん私。ほんまな、これいっぱいな、いつも作っとくんや。筋がこんから作れん。2時間ぐらいかかるからな。味しみるまでですね。水で溶くより。おでんにつけるからし。つけん人の方が多いんやけどな。味が濃いからな。自分がしたし32年やから56年ぐらいになるかな、ひょっとしたら。今おいくつなんですか？80。一人でしょったお母さんが。もともと子供が多かったからな。子供の店やったんや。駄菓子屋とかな、お好みとか鉄板な。じゃあそこにある鉄板ももうずっとそうそう。お店ができた時からのずっと使ってる鉄板なんです。どうしてお店を引き継がれるというか。母親が急にな倒れたからしたくなかったんやけど、みんなにもったいない言われてしただけ。初めはあんま乗り気じゃなかったんですか？乗り気じゃないどころか、もう今でも嫌や。料理自体はお母さんの味っていう。そうやな、お母さんの味かもしれんな。おでんなんかでも聞いてなかったんやけど、自分が食べとったから分かっただけでな。だからみんなな、レシピ教えて言うんやけど教えられんねん。分量で入れるからもう感覚や。
たいやな。これにしたら結構みんな喜んで食べてくれるよ。またするかどうか知らんけど、小学校の中でしよった。札はな、すぐ取れるから。ここらの人は幸いいらんの。でもな、こうやってしとったらな、美味しいしな。県外の人はよう食べてくれるから。じゃあ佐野さんもずっとこの福田の町で生まれ育った、そう今はもうあんまりないけどない何十隻もおったから石運ぶ船が今おらんよ。男の人はみんな船で神戸とか大阪とか行けたからな。福田いうとこはほとんど関西弁に近いんや。ここだけ小豆島でもここだけ。まあ人はもう全然おらんなってしまったな。子供がだけでも500人も600人もおって子供だけでまあ時々子供が来るけど2人か3人かがパラパラと来るだけや。今おらん。2枚ずつ入れるからな。やっぱブースじゃないといかんから。掃除しとるからいいって言ってくれる。ですからね。これ最近ね、税込み税抜き表示、それ君で数量が月3000円でお支払い。これ入ってないから。ああ、これ。変えることできますよね。一度変えると13%。来たね、今日も。おでん食べるわ。はい。これにこれ。手ですくったらええやん。ああ、
揚げカツは何する？キャベツ持ってカツ出すのか。うち姫路の調味料屋やねん。で順番にお客様。おでんを使ってて美味しいです。冷やしうどん2玉ですか2玉。1玉1玉ね。はいはいはい。ほんでそれ以外にカツ揚げてくれへん。はい。おのしっかりとかなあかんな。野菜容器あるから。美味しい。なんてええわ。生姜よう効いてて美味しい。あ、生姜ね。はい、はい、どうぞ。入れます。美味しいな。今日は何を頼まれたんですか？牛すじとこんにゃくと豆腐。おでんのつゆは継ぎ足していってると思うので、しっかりといい味出してる。まずそれが一番。あととんかつ。これはなあ、ここで揚げてくれはんのか。お店の気に入ってるところとかありますか？やっぱりかみさんやと思うわ。元気やで、仕事できて船で帰る前に食事できると思ってないやろ。こういうお店大切やと思う。1880円です。これ、はい、ありがとね。ここにはだって行ったことなかったけど。老金庫？あれだろうな。何年ぐらい通われてるんですか？50年ぐらいやな。50年ぐらい。だから僕の子供も。親子さん代や。前や。何がおすすめとか？おでん。筋がお店のこうずっと気に入ってるところというか。味かな。味。お魚いいよ、お味。美味しいよ。南蛮漬けで。南蛮漬けで。どっちが南蛮漬けやった？こっちな。
ごく懐かしいというか美味しいです。よくお店には来られるんですか2回目。料理はいかがですか？美味しかったよ。おでん最高やもんね。可愛いお母ちゃんと。多分来たらまた来るやろう。地元の。そうそうそう、地元のそう。小豆島のしか使わんわ。えら。美味しいですね。開いててよかったです。もう来てるんですけど、時間帯によったらもう座れん時が多いんで、もう美味しいし量もたっぷり入ってるし安いですね。今時の値段ではないですね。あ、さつまいも、あそこらにさつまいも切っとこうか。32年間同じ場所でずっと味を守ってきたっていうことですよね。そうやな。まあでも嫌なこといっぱいあったからやめようと思っても何回もあるけどな。お店を続けてこれた理由というか。そうなんやろ、何やろな。最初嫌やったけど、まあまあ面白くなってきたというか、じゃあお客さんがいっぱい来てくれるから、しんどうとも頑張るかな。お客さんおらんかったらもうどうしようもないけどな。お客さんとも結構楽しそうに話されてるのを。そうや。知り合いでなくても結構普通に喋るから。このから敬語なんか使わんよ。新しい店、ここよりはものすごくアクセスがいい場所になるんですし、駐車スペースも20台超えて止めれるようなエリアがありますから、ぜひよければ大通りのみになります。今度はお願いします。よろしくです。
昨日から仕込んでるいりこと昆布のうまみが出てゆっくり出るように先に昆布だけ出してさせる程度に約1時間結構いりこ多めに使ってるんで天心さんが僕は大好き。空気含ませて一人立ちさせると味が全然変わる。この裏の山から2キロぐらい上流から出てる。畑から取ってきた朝どれです。冬はね時期になると新そばが出始めた頃からお蕎麦やります。少量ですけどお蕎麦のファンの方もいらっしゃるんでうどん巡りを何軒かやってる。あそこおいしいここおいしいって聞くたびにいろんなところ、行ってましたね。おうどんが白、ネギが緑、これが若干黄色でかまぼこの赤。具材は同じのを引き継いでます。天ぷらもねほんまはちゃんとしたところで習えばいいんだろうけどもともと料理が好きやったからある程度はできてたと思うんやよね。ちゃんと小麦の風味が残るぐらいの配合にしてます。粉を2種類配合して、2対1。お店やってたのがうちの親父おふくろがうどん屋やってたのと食べるのも好きだった。もちろんうどん屋する前から香川へうどん食べに行ってた。世にうどん巡りってやつね。塩水はいつも季節に合わせてある程度何日か分を調合済んでそれもなじませてます。手で混ぜて合わせていって足踏みして手で伸ばして切るのも包丁。麺切り台っていうのあるじゃないですか。こうダンダンって切るやつあれ使ったことないです。便利そうやなって思うだけどここ本田食堂になる前に約3キロ上流ドドロの滝っていう滝があるんですけどそこのところでドドロ食堂っていう名前でうちのおかんたちが居抜きでやりだしたんですよね。それが最初40数年前。そこからこの家が建って、数年後に通うのが困難になってきたからということで自分のオリアを改造して今の店で3年半前から僕に切り替わってやってます。僕もうどん屋になる気はなかったんで別の仕事をねやってたんやけどコロナ直撃受けて仕事が激減したのでどうしようかなって悩んでる最中にうちのおかんが手術を受けることになってうどんが足踏みができないと。じゃあ俺やるわとなったのが3年前。表面ボコボコで全然うどんらしくないんやけど
きますね、1回ね。これぐらいになると前日から寝かしてやる方法をとってますけど、こういう時は冬場がええなと思うけどね、冬は冬で寒いし、うどん冷たいから足元から冷えるし、保存方法を間違うとガッチガチに凍ったようになって大変なことになる。つながる。よいしょ。これぐらいかな。機械ほど正確な均一な太さは無理なんです。分かっててもそれにしたい。雨が降ったり湿度が高いと切った後でも麺がくっついてうまくばらけてくれないとこがあるので、それが嫌なんですよ。違うでしょ、レンズ越しに見たら太さが微妙に違うところがなんか違う。これとこれは明らかに違うしうち朝一番からお客さんが並んでわーってくるような感じでないんで、茹でたてをね、なるべく小分けにしてます。麺は何分ぐらい茹でられるんですか？基準今12分、場合によって11分だったり13分だったりするんで。これ朝一ほんで。
こまで自転車でこの辺買います入っていきますよ。それまで帰ら大変やけどオペレーション大料理という肉うどんよりそれいりこいる醤油うどんの2玉を2つとざるうどんのを2玉ごめん茹でたてあげるけどちょっと時間かんまごめんなさいね。ちょっと茹で時間長めっていうのがみんな悩みどころみたい。通常より2分ぐらい長い。ちょっとごめんなさい。辛い。お店には何度か来られたことがあるんですか3度目ですかね。はい。いりこいる醤油うどんというこれですの冷たいやつ。これは気に入ってるんで毎回頼んでます。はい。美味しいですね。きつめで 1.5。はい。私もあったかいので。あ、ほら、きつねもあったかいので。はい。私の行ってる美容院のね方が美味しいよって。きつねうどん。だしが美味しいですよね。店長さんもなんかいい感じの方で。9000円の返し。はい、すみません、ありがとうございます。美味しかったですよ。ネギ油醤油うどん。ネギ油は間違いなくネギ好きなんで多めにしてます。すみません、お待ちの。ネギ油。初めてです。すだちわかめ串。ネギ油醤油。これ美味しいですね。すだちが入ってる串が初めてのやっぱり徳島の味の感じがすごく。徳島はすだち。冬ね、ちょっと実は考えておるんです。柚子の風味を楽しめるうどん。
きしめん向いてました。福島の知らんけど、すだちとわかめがもう。わかめいいでしょ。徳島に来たって感じ。すみません、それでは。ありがとうございました。気をつけて。いりこオイル、醤油うどん。はい。冷たい方で。冷たいのとあったかいのね。了解。コシがあって美味しいよな。こういう感じが好きです。懐かしい感じでいいですね。山かけのあったかいの。はい。さらっとするね、ここから。いいぞ。ごちそうさまでした。美味しいです。めちゃくちゃ。ありがとうございます。ごちそうさま。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。美味しかったです。これがな、短いの。やっぱり懐かしいね、やっぱりこのだしとかね。はい、ごちそうさん。すだちわかめの、普通の一つと、第一つね。了解です。ナルトのわかめを使ってます。2回目ですね。きしめんフェアもやってるいうことなんで、いただきに寄らせてもらいました。はい、夏らしくさっぱりして、お出汁もこうすだちの風味が効いてて、きしめんの食感とあって、美味しかったです。はい、月1回ぐらいですね。油系のいりこオイルとかネギオイル頼みます。大将の人柄、もう最高に大好きです。ものすごくロケーションも良くて、今後も通う予定です。パン生地みたいな感じにこうぷくっと泡が出てくる。これぐらいになるとお好み焼きがふんわり仕上がってます。木曜日いいですね。これ曜日迷う。緑して寝たら鼻水がダラダラで。そうだ。忙しいな。
鶴吉山だろ。あったけど、さすがに去年よりもはいよ、すだち冷やかけ。大成功。大成功。おかげさまで。全く無償の時最初の都知事選挙出たんです、だからお友達が100枚よこせ俺が運転しながら左寄ってきてくれた人が顔写真も載せる、これやったら金かかんないし会とかいうのを作って、そして活動するんですよ。分かるんですよ。だから例えば船でも乗らんから全体の問題で本当にいいものが集まりすぎて地下の法整備を求めていました。しかし今週それにまた。昔からやるよね。何年ぐらいお店は32年。大方の人がね遊ぶ部屋やね、どっちか言ったら友達がいっぱいおるんや。おぶさん楽しいことばっかり、もう幸せいっぱい。ここで踊るよ、みこちゃん一番右がみこちゃんこのコーヒーカップからこんなんも一個も買うたことないよ。全部いただきも全部よ。みんなこうやってね持ってきてくれるの。でもね、もう粗末にせんきこんなんでもね、こうやって花入れたりね、こうやってするけん常連さんが何組かおるんよ。その人らだけでもね、みんなで楽しい生きていけれるぐらい。きっかけは何かあったんですか？子供がやばし学校行きたい言うんでね、牛乳配達したりヤクルト配ったりタオルの方縫ったりね、そんなことしかしてなかったね。大学行くんやったらそれぐらいやったらやれぬくいけんね、挑戦で店やってみようかな思ってね、焼き鳥屋さんがしてとる鉄板を拾ってきてね、32年使うよ。何も買わずに店しだいたもうこんなもんみんなもらえ、テーブルももうみんなもらえもん、みんなに。お店を始められる前までは、
何をおじいさんとおばあさん見よった。20歳で結婚してね、ずーっと親と一緒におった。大変やった。これが家なんよ、うちの。これが家。でね、ここからね、ここから出たら気持ちええよ、兄ちゃん。ここからこうやって。ここからね、この浜見て、この島が見えるんよ、これ。ね、いい感じやろ。これはね、カレー粉ちょっと入れるにカレー粉。やっぱしおしっかり感じてね。よく入れるんよ。よいしょ。で、よいしょ。もうね、2個ずつ入れよったんやけどね、今日から1個ずつ一応書いてみよったんよ。もう何もかキャベツもみんな上がってきたけんね、1ヶ月1万円違うけんね、そうやってしたら、キャベツがもうすごい高い。248円、これ、ちょっと大きかったら300円余る。これ多摩川の卵、多摩川でね、本当に海立ち買うてきてくれる友達が、その日に運断を買ってきてくれる。ありがたからみんなが助けてくれるの。これだけは全部売れたらね、1日ね、よけ売れた方。これだけ売れたらね、もう終わりっていう感じ、一日が。売れんかったらあいとんよ。これだけとあれだけ売れたらね、もう要せん。足が痛い。家とこのお肉屋さんの会よ。筒井さん言うてね、家お肉屋さんの会よ。綺麗な肉やろ。これ今冷凍やけんね、ちょっと外に出た方が色がようなるけどね。私も来たんやけどね、キャベツは切ってないしの。あ車はないしね。切った切っとった。すいません。まだ休みやったけど、あやにやっとこわ。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。全員食べてた。全部食べああ、よかったね。ね、ほんとうちはパーティーね、学校も出ないってわけじゃないのにね。いい子ちゃん、本当の年は77歳。三宅さんだからそれもいやつも新聞載せたけどね。あら、そう。15分ぐらい撮ったやつなんか。これ。ほうほう。入ったらほんなら形もいったよね。バトルが良かったよな、多分。私は見に行くやだから危ない危ない。
一日中ばかり朝から朝来たらもう一日中よねえ。私もいつもそうやって生きとるよ。お母さん長い32年。32年か、昔は5、60しかなかったやなかろうか。13年かかったんよ。そこまで諦めずにお母さんの息子よすごいね。で13年目で通ってね。だけど嫁さんの親が全部出してくれてね。12回すべて。そんだけその何かね精神的にその続くのがすごいなんかもう3人でねお金400万ぐらい。見方も仕方も知らないね。あなた殺しに行くって書いてあったで分かった。単身無理でこっち来るけどね。いやただねする気にならんけん失敗せいで。これがまた何や。はい、出来ましたよ。はい、海苔つけてください。はい。はい。お母さんいただきます。はい、どうぞ。ごめん。ごめんね。今日はね、そば入りもだ。おいしいですよ。この麺食べやすいですよね。もうバッチリでした。座らず。もう刺身食べたんやけど。お好み焼き一つ焼いとってくれる？焼く私。ひなが取りに来るけん。わかったわ。焼くわ。これで取って。いいよ。どんな方ですか、みーこちゃんって。にぎやかでね、面白いよ。焼きそばも美味しいしね。お好み焼きしかない。いい？はい。はい、どうぞ。はい、できたよ。ありがとう。はい、できたよ。海苔つけ。はい。今日はそれはお持ち帰り。家が近いんで、あ、本当？お皿に乗せてもらってます、いつも。お好み焼きです。湘南では本当に人気の商品なんですけど、いつも本当に味が変わらなくて美味しいなっては思ってます。あれ？いらっしゃい。はい、みんなよ。そうぐらいよね。そうぐらい。そういうことなんや。はい。うちのワンコがね、診察に今見てもらってるんですよ。
ぐるぐる回ってて、あ、いい雰囲気だなと思ってうまかったです。多分通院することになるんで、お昼はここではい、いらっしゃい。待ってよ、まだ今から焼きよってね。今から焼く？はい。分かった。はい。食べれた？全部。よかった。お店にはよくお持ち帰りで来られるんですか？お好み焼きも美味しいんやけどね、今日は焼きそば。もう美子ちゃんとこは昔からね、味が変わらんで美味しいんよ。もう長い付き合いやわ。あ、それタレがね。え？うん。お姉ちゃんすまんけど。はい、どうぞ。よいしょ。お兄ちゃんどうぞ。はい、のりつけね。はい、50万両。おいしい。猫もええ仕事しとるね、猫ちゃん。お好み焼きを3つと、スーパー持って帰るんよ。はい、ありがとう。はい。昨日座りも行ってね、大変なことになってて。ロケの匂い嗅ぎつけたね、ちっときれいな。なんでもええわ、これでもスカウトも来るんじゃないけん、まあ、そうよ今後のおばさんでも行けるとこや。男ができまあね、お客さんが朝から来とったんよ。3人来て、また種類が違うんよね。ねカオルさんとこはジャガードで、折って文字入れる。ファイルで柄出したの、カオルさんとこは。あら、そうなん。わかる？右で聞けと、ああ、ほうでほうでって。大丈夫いいか。撮影に来とるけん、モダン焼きでもあったら食べるのじゃ、紹介。食べれるんだ。そうそうそう。中入ったりか。ちょっと様子伺いに。ほんなら、もろとこうか。何でもあげるよ言うて。なんぼ？かけすぎた、ごめん。家なにおいちゃんもう本当どれだけ嬉しいやらからもう山のように嬉しい。ありがとう。6月の
6月14日。おいしい。うん。変わらぬ味。お店にはよく来られるんですか？くるくる、来ない週はないよね。仲良し友達やから何時間もいるよね、コーヒー飲んでね。何日も。そうよ。もうそれはちょっともうバーよりが生き生きなことでね、一生懸命やるようになる。たまに夜常連さんがね、そういうのなんで間違って気持ちもあったよ。大一郎君やろ。丸君の大将がアレンジして。丸君の大将の友達や。きれいなんてね、お店もそう。直してね。よかったんやけど。まあね。すごいな。名前選んでくれて、名付けの親なのね。旦那さんがタイ釣ってくるけん、鯛めしもしよった。鯛めしもパックで売ったりとかして。250円で売れたんや、パック。釣ってくるけん、ただやけん。やけんもう。本当ありがとう。また可能次第か。そうやね。大浦に。丘と青梅の境目のこの鉄板に味がついとるけん、この鉄板から味が出るような気がするんよ。はいけん、もうこの鉄板は貴重って思ってね、買えんの。絵的に寂しいね、モダン焼きカバーとかあるのに。お父さんにちょうど50円30円。今日から卵が一つにした。悪かったね、卵に。キャベツもこの間テレビ三つ浜焼き、その松山のおばちゃん、食べたらここの半分やったらね。よく来るけど初めて来たお客さんとかがもうすごいめっちゃ大きいねってお腹いっぱいとか言って帰るお客さんがほとんどです。人柄とか。まあこの通りです。飾らないし、初めて来とるお客さんにももう何年も来とるねみたいな言い方で、この人柄で多分来るんやと思います。また来ます。じゃあね。はーい。美味しかった。なんかサービス品みたいな感じでね、私も調子もええけんね、嬉しいよね、みんな来てくれたらね。足が悪かってもね、1日5枚か10枚しか焼けんかってもね、一応は店をずっと開けときたいなと思うよ。卵、きれいな卵やろ。だったでまたあそこのところのサービスエリアのところここまでこうやっていった方がおいしいになって。鯛めしもこれ理想炊いた鯛めしなのからね。印象炊いたね。上がれんわ。せっかく来たけど。どっちまで上がれんわ。これあ、これは高い。安いけど。うどんも売りよったんよ。でもうどんもそばを人雇ったんよ。
私のばあちゃんよりうまいんじゃない？商売をしとってね、開業は平成元年で9年に鍋焼きラーメンを始められて、初めはねお好み屋と駄菓子屋さんみたいな感じです。そうそう、それをしよってスープの味がちょっとできたき、それでラーメンやれたって感じです。平日だけ1個で、こんな感じで。うちのラーメンは玉ねぎが一番入るね。玉ねぎで甘みを取って他のもんをいろんなもんを入れんとよね。じゃあ時期によって時期によって、ぐちゃぐちゃに切って入れたら濁ってしまうき、もうその丸ごと、全部抜ける。これをしちゃった方が臭みもなくなるし、食べやすい。そう10キロあるき、この両方で。硬い筋とかをこうやって触って抜ける。3本ぐらいは1日分こんな感じで。なるべく先のものを使いたいなと思って、喧嘩もさん近くに工場がある場合やけど、地元の、醤油もちくわもで、麺は高知市で関西麺業さんのを使いたい。やっぱり鍋焼きラーメンの麺はちょっと違うんですか？そう、伸びにくい麺にしちゅうき、最後にコシがある。コシがある。それもじゃあずっとお母様はそう最初からずっと。どうして鍋焼きラーメンというか。この子らが小さい時に私鍋焼きラーメンを作って食べらっしゃったきね、はい、家庭料理ってことで、昔ね谷口食堂ってあったかよ。谷口食堂のラーメンがものすごい美味しかったきね、それを再現するにもうスープは何年もかかったかです。これは顔拭き用、はい、顔拭き汗拭き用で、髪のおしぼりはもうみんなに。それはお母様がそうですね、お母さんが昔から始められたんです。へえ。どうぞ。
醤油の波が3つ。ニンニク衣鍋焼きラーメン並。波です。はい。油断してた。塩で、大。塩の大で。麺が型で。2行しか茹でられないんですか？そう、ここでちょっとずつこのスープを吸って柔らかくなっていくき、お客さんの食べ方によって味が変わっていくき、お店にはよく来られるんですか？いや、ここは久しぶり。お味いかがですか？塩を置いてるのはあんまりないんじゃないですかね。キムチの特大にしようか。特大です。米大。僕はニンニクの大小ご飯で。この人同級生なんだけどお肉があんまり好きじゃないきちょっとすごいニンニク大です。ニンニクラーメン大です。熱いな。そうです。大です。はい、ありがとうございます。特大です。はい。よし。お待たせしました。キムチ特大。はい、ありがとうございます。すいません。美味しいね。中どのくらいの感じで来られるんですか？週1ぐらい。キムチの醤油のこれ特大。これ大。これ大です。暑い時にはもう暑いものはあんまり食べたくはないけど、それでもね美味しいき汗かきながら。
醤油の波と塩の波で。はい。4番です。兵庫県の姫路市から。姫路からご旅行か何かで。鍋焼きも初めてですか。醤油と塩。美味しいです。あっさりとね。あっさりしてて。お出汁もね、和風のお出汁。はい、カレーです。カレー並み。はい。カウンター3です。いらっしゃいませ。可愛いよ、可愛いけど。可愛いけどできるか。はい。いらっしゃいませ。はい。はい。はい。火入れの雑炊鍋焼きラーメン。ニンニク鍋焼きラーメンの特大とご飯の中。ご飯と麺ですか。ご飯と麺が先に一緒に入りました。ニンニク特大です。はい。塩並みです。はい。お二人は今日初めて来られた。初四国です。美味しい。これで。これ。はい。しょう。ツーリングで泊まってそれで今一緒にもういつも通りの美味しい私塩ラーメン美味しかった。ありがとうございました。醤油の波2つ。はい。波2つです。
並です。ありがとうございます。4番並です。はい。お待たせしました。ラーメンです。熱いので気をつけてください。愛知県から観光で来たみたいで。テレビで見たもんです。テレビで見て。一度は食べてみたかったんです。うん。美味しい。いらっしゃいませ。2人そしたら醤油の大2つとご飯の小の中で。今日は仕事でこっちの方来てて年に1、2回ぐらいですか。ありがとうございます。今日は鍋焼きラーメンの醤油味です。このスープの味が好きです。美味しいですね。美味しいです。お待たせしました。中で。また熱くなってます。洗うが。ガスがもうあろうて。30自分に変わったら3年前かな。やり方も全部この子に教えたことない。もう見て盗むみたいな。自分が元からラーメンが大好きやったき、だけどラーメンを食べん日はないね。ラーメンっていうのはやっぱりお母さんのそう、この鍋焼きがすごい好きで、これで育った感じやき、鍋焼きは全然飽きんくって、本当に鍋焼きラーメン奥が深い。